ビルボード HOT100 で1位になったり、グラミー賞にノミネートされたり、大物アーティストとコラボしたりと、世界中で注目を浴びる BTS。これまでに多くの賞レースで賞を獲得してきました。マイクドロップの歌詞にもあるように、彼らのカバンはトロフィーでいっぱいです。そんな世界的スターとなった BTS ですが、スターになってからの彼らの様子は、以前とあまり変わらないように見えます。それどころか、実るほど頭を垂れているように見えるほどです。成功してもおごらず、謙虚に、周囲に敬意を払っている彼ら。そんな礼儀、正しさや謙虚さを忘れない彼らの姿勢に注目してみたいと思います。BTS は、売れても謙虚な人柄。BTS の謙虚な姿勢は、たびたびメディアでも取り上げられています。2020年ダイナマイトで、ビルボード HOT100 1位になった時に、まず、彼らは、賞を獲得できたのは、自分たちの力ではなく、ファンの力があったからだと語りました。ジンは、アーミーと BTS が一緒に作り上げた成績だ。純粋に、ファンのみんなと楽しみたいという気持ちで作り上げた曲だったが、いい結果になって嬉しいとコメントしました。これは、ずっと応援してきたアーミーにとっては、とても嬉しい言葉ですね。また、ジョングクは、ファンだけでなくメンバー、スタッフもいい人に出会えたから、賞を得る機会を得たのだと語り、自分たちの実力だなどとは、メンバーの誰も言いませんでした。彼らは、全員が、10代で歌手を目指して上京し、小さな事務所でデビューを目指して仲間と共に切磋琢磨しながら一歩ずつ前進してきたことはよく知られています。彼らのこのような謙虚でまっすぐなコメントは、夢を追いかける中で多くの人に支えられて自分たちが存在しているということに気づいていった若い彼らの軌跡を想像させ、それが人々に感動を与えるのではないでしょうか。7年前の自分によく頑張ったねと伝えてあげたいという J-HOPE のコメントは、山あり谷あり、いいことも悪いことも乗り越えて、多くの人に支えられながら7人で頑張ってきた彼らの日々が目に浮かぶようです。空港の対応も謙虚。BTS が個人活動に力を入れ始めてから、J-HOPE、RM、SUGA が国外での仕事のため韓国を飛び立ちました。RM とSUGAは行き先が日本であったこともあり、日本のアーミーはとても喜んだのではないでしょうか。憧れの BTS と同じ空気を吸っているかと思うと、それだけで幸せな気分になります。彼らのスケジュールが公開され、出発や帰国のため空港に現れると、報道陣やファンが大勢詰めかけます。彼らが詰めかけた人々にもみくちゃにされながらも手を振ったり、深くお辞儀をする姿はよく報道されていますよね。そんな中、少しレアな出来事が起こります。去る2022年6月22日、BTS のリーダーである RM がプライベートのスケジュールを終え、インチョン空港に降り立ちました。プライベートな日程にもかかわらず、RM がインチョン空港に降り立つ日程を知り得たファンや報道陣が空港に集まり、彼が出てくるのを待ち構えてたのです。しかし、なぜ、プライベートにもかかわらず RM の帰国予定が分かったのでしょうか。その理由が何とも RM らしいのですが、スイスで航空券を紛失してしまい、再発行の手続きをしたことで、空港スタッフから噂が広まって帰国日がバレてしまったそうです。ボンボヤージュシーズン1スウェーデン編でパスポートを紛失して RM 一人だけ帰国することになったり、これまでにエアーポッドを34回紛失したり、紛失エピソード満載の RM らしい理由ですよね。頭脳明晰なのにおっちょこちょいなのが RM の最大の魅力で、愛さずにはいられません。普段であれば、多くのスタッフや SP に守られながら空港内を移動する彼らですが、
この日はプライベートスケジュールということもあり、RM はスマホを片手に一人で大きなスーツケースを引いてファンや報道陣の前に現れました。あまりの警備の薄さに見ているこちらがびっくりするくらいでしたよね。警備が薄いこともあって、ファンも報道陣もいつもよりかなり近い距離で RM に声をかけたり、撮影をしたりとかなりレアな状況。そんなちょっとハラハラするような状況にもかかわらず、RM は終始少し困ったような可愛い笑顔で集まった人たちに礼を述べたり、手を振ったり、ポーズをとったりと紳士的に対応しました。そんな RM の紳士的な対応には、彼の謙虚で優しい性格が現れており、世界的スターの所作とは思えず、また惚れ直してしまいます。結局は、車に乗り込むまで、報道陣やファンに丁寧に対応したのでした。RM が日本へ来日した時の人柄も話題に。2022年9月3日、BTS のリーダーである RM が3年ぶりに来日しました。パンデミック後、BTS のメンバーが来日するのはこれが初めてです。今回の来日目的は、HYBE の日本本社 HYBE Japan および HYBE ラベルジャパンが開催するオーディション番組に出席するため、番組中に客席でオーディションを見守る RM とパン PD の姿が映し出された時は、本当に日本に来ているんだ、と日本のアーミーに感動を与えてくれました。白のスーツに身を包み、マスク越しでもわかる優しい笑顔で、出演者に拍手を送る姿はとても素敵でしたね。そして、RM は帰国後、インスタグラムに日本で訪れた場所で撮った写真をたくさんアップしてくれました。よく見ると、代官山の蔦屋書店や新大久保、表参道などに足を運んでいたことがわかります。つい写真の後ろに写り込んでいる人々に嫉妬してしまいますね。そして、RM といえば、これまでもプライベートで自身の訪れた美術館の写真をインスタグラムにたくさんアップしているように、アートに造詣が深いことで知られています。過去のインタビューでは、自身が執着するものとして美術館と回答するほど、彼の人生にアートは欠かせないもののようです。そんなアート愛の強い RM は、今回の来日で、日本人アーティストの村上隆氏のスタジオを訪れており、その様子も RM のインスタグラムにアップされました。RM は埼玉にある村上隆氏のスタジオだけでなく、那須塩原にあるエヌズヤードにも足を伸ばしており、彼のアートへの執着が感じられますよね。また、村上隆氏も自身のインスタグラムで RM がスタジオに来たことを明かし、僕は彼の謙虚で知的な人柄に惹かれた。彼は芸術をよく勉強しており、最近の芸術市場のトレンドやアーティストに詳しいと RM の魅力を伝えてくれました。その後、RM は村上隆氏の投稿に9月にプサンで開かれる展示も期待しています。いつも頑張ってください。日本語でメッセージを送ったそうです。日本語でメッセージを送るなんて、なんという気配りの人なのでしょう。また惚れてしまいます。まとめ。さて、リーダー RM を中心に、彼らの謙虚で礼儀正しい人柄に注目してきましたがいかがでしたでしょうか。BTS メンバー全員が何事にも謙虚な姿勢で取り組んでいるのはもちろんですが、公の場で先頭に立って発言することの多い RM のこうした知的で謙虚で少しおっちょこちょいな人柄がチームにいい影響を与えていると感じます。世界的グループのリーダーが RM であることに意味があると思わせてくれる。そんな魅力たっぷりの RM の今後の活動も楽しみですね。